皆様こんばんは。これより株式会社タネヤにおりますブルーオーシャンドームイブニングトークスを始めさせていただきます。改めまして私たちは滋賀県近江でお菓子屋をしていますタネヤと申します。今日は見えない水感じる命というタイトルで水についてのお話をさせていただきます。どうしてお菓子屋である私たちが水の話と思われるでしょう。私たちは自然に学ぶという考えを軸に琵琶湖を有する近江の風土に育てていただいた菓子屋としてその恵みに感謝しながらお菓子作りを続けています。今日はお菓子と水について、琵琶湖について、そして見えない水についてご紹介します。それでは始めましょう。まずは水の音をお聞きください。川のせせらぎ、激しく降る雨、お鍋で小豆を炊く音、蛇口から出る水の音。これは私たちの身近にある水の音です。水って一体何なのでしょう。水に触った時のことを思い出してください。匂いは？味は？色は？温度はどうでしたか？例えば顔を洗う時の水、雨が止んだ後の空気の匂い、お鍋からふんわり昇る湯気。水はさまざまな場所でいろいろな形で私たちのそばに存在しています。一つ目の物語は水の旅。私たちが飲む水はどこからやってくるのでしょうか。昔々、森に降った雨は落ち葉や苔に吸い込まれ、ゆっくり地面に染み込んでいきます。土の中では微生物や地層が水をきれいにしてくれます。私たちの目には見えない自然の仕組みです。水はさらにゆっくりと時間をかけて土の中を進み、小さな湧き水や川となって現れます。川はやがて湖へ注ぎ、ようやく水道水として私たちのもとに届きます。コップ一杯の水は何十年も前、森に降った雨かもしれない。皆さん、そんな風に考えると少し違って見えてきませんか？例えば川がせき止められたり、地下水が過剰に汲み上げられたりしたら、水の循環が乱れると土地は乾き、森も弱ってしまいます。旅する水のリズムは地球の鼓動とも言えるでしょう。実は私たちの中にも水は流れています。人の体の約 60% は水。汗や血、唾液、内臓の消化液、お母さんのお腹の中で赤ちゃんを育む羊水も水です。呼吸や排泄、体温調節などで失う水は毎日2リットル以上。
そして同じだけの水を体に取り入れています。つまり、泣くことも汗をかくことも私たちが体の中で巡り働いている証です。水を飲んだとき、スーッと体が整うような気持ちになったことはありませんか？もしかすると長い旅をしてきた水が自然の中で感覚を呼び戻してくれているのかもしれません。水は私たちと自然を見えないところでつないでくれる命の媒体とも言えるのではないでしょうか。2つ目の物語では、世界と水の関わりを覗いてみましょう。こちらの画像はバングラデシュの漁師たちを写したものです。漁に出る前に祈りを捧げています。インドの隣に位置するバングラデシュは気候変動の影響を受けている国の一つとされています。サイクロンや洪水といった大きな災害は50年前に比べ10倍に増え、漁で生計を立てる漁師たちの暮らしも脅かされています。日本は水が豊かな国だと言われていますが、なぜだと思いますか？世界的に見ても雨が多く、国土の約7割が森林に覆われている恵まれた自然条件によるものだと言われています。上下水道やダム、浄水設備も整備され、私たちは安心して水が飲める社会に暮らしています。けれど、水道水を直接飲める国は世界にわずか12カ国。多くの国ではミネラルウォーターを買うことが当たり前となっています。水を飲むことは経済の格差を映し出しているのです。さて、皆さんは今日のランチ何を食べましたでしょうか？皆さんが今日口にした食べ物には、世界とつながる目に見えないたくさんの水が隠れています。例えばハンバーグランチ、牛肉、玉ねぎ、お米を育てて運び、商品として提供するためには約2300リットルの水が必要だと言われています。これは500ミリリットルのペットボトル約4600本に相当する水の量です。毎朝私たちが飲む1杯のコーヒーにも約210リットルの水が使われています。こうした目に見えない水はバーチャルウォーターと呼ばれています。こちらは日本が世界から輸入しているバーチャルウォーターを示しています。知らず知らずのうちに消費している世界の水、海外の畑や牧場で使用された水や工場で製造に使われた水を私たちは間接的に消費しているのです。普段使っている水の量やバーチャルウォーターのように見えない水を意識する。それは私たちの暮らしと世界の水のつながりを知る第一歩ではないでしょうか。水の物語3つ目は、日本の暮らしや文化とのつながりを覗いてみましょう。私たちがいただくお米やお味噌、お醤油、おだし、お茶を入れたり小豆を炊いたり、日本の食にはいつも水が寄り添っています。お菓子作りでも水を大切にしています。ふっくらと蒸し上げたおまんじゅうも、喉越しのいい水羊羹も、ちょうどいい水の量でなければ決しておいしく仕上がりません。では、文化とはどういったものでしょうか。
古くからあるもの、伝えられてきたもの、それも一つの答えです。人々が作り上げ、今の暮らしの中でも息づいているもの、それも文化だと私たちは考えています。そして食だけでなく、日本のさまざまな文化と水はつながっています。ここで私たちのふるさと、近江と水についてご紹介しましょう。近江では琵琶湖という豊かな湖によって農業や漁業、水運などが発展してきました。田んぼや吉原、湖に浮かぶ船、今皆さんにご覧いただいている近江の景色や暮らしも水が寄り添い形作ってきたものです。もしこの先水がなくなれば、農業、漁業、そしてお菓子作りも消えていってしまうかもしれません。水の未来は私たちの文化の未来と深く結びついています。どうやってつないでいくか、その問いは一人一人に投げかけられているのです。4つ目の物語は琵琶湖と琵琶湖の水についてです。日本最大の淡水の湖、琵琶湖はたくさんの水を蓄えるだけでなく、私たちの暮らしを映し出す鏡です。もし湖が濁ってしまったら、それは私たちの暮らしのどこかに歪みがあるサインだと考えています。一方で、琵琶湖は世界とつながる窓でもあります。世界的な気候変動は、実は琵琶湖にも大きな影響を及ぼしているのです。この琵琶湖を未来に残すために滋賀県で生まれたのが環境アクション MLGs マザーレイクゴールズです。ここには一人一人ができる行動と目標がまとめられています。変えよう、あなたと私から。琵琶湖の水で生活する1400万人の暮らしにより、今の琵琶湖があるように、誰かに任せず私がやるという意志こそが未来を変えていくのです。水はすぐそばにありながら、その大切さに気づきにくい存在です。けれど今日、私たちは4つの物語をたどり、水の尊さと豊かさを知ることができました。自然に学び、水とともに未来へつなぐ、私たち種屋が大切にしてきた思いです。私たちはいつの時代も自然から幸せを学んできました。命を育む水、澄んだ空気、豊かな土、どれも人間の都合で生まれたものではありません。だからこそ今問いかけたいのです。この恵みを誰のために、どんな形で未来へつないでいくのか。自然を正しく知り行動すること、そこに私たちの歩むべき道があります。これから先、未来の誰かの当たり前のために、私たちができることを続けていきましょう。どうか皆様もご一緒に